こんにちは、木内です。今回は階段のお話です。階段は機能的に必要なものですが、機能以外にも何かと魅力的な場所です。階段を上り下りする際に人の視線も上下します。普段見ているものと違った角度からいつもと違う景色を見ることができます。普段見上げているお母さんと同じ視線になるのも楽しいのか、いつも階段に座ってお母さんとお話をしているというふうなこともよく聞きます。人が行き交う階段はいろんな映画の舞台となってきましたし、オブジェとしても見とれるような美しい階段もたくさん作られてきました。そんな階段について今回は階段を設置する場所と階段のデザインについて見ていきたいと思います。まず階段を設置する場所ですが、最近はリビング階段が主流になってきました。リビング階段という名称がついているくらいですから、以前は玄関にあるのが普通でした。20年くらい前までは建主さんに説明するのにも苦労した経験があります。でも今ではすっかり一般名称になるくらい世の中に浸透してきています。個人的な思考としては、家は基本的にワンルームで、家のパブリックな部分に特に仕切りはいらないと考えているので、リビング階段は肯定的です。ですがリビング階段を採用するにしても、よくメリットデメリットを把握した上で選択するようにしてください。細かいものを省いて大きなメリットデメリットについて考えてみます。メリットとしては、まず必ずリビングを通るので家族のコミュニケーションが取りやすい。そして廊下を減らして空間を大きく使えるということがあります。逆にデメリットとしては、上下階がつながるので、その冬の冷気とか匂いとか音が伝わってしまう。リビングを通らないとどこにも行けないので、来客と顔を合わせないといけないということが挙げられます。まず必ずリビングを通るので家族のコミュニケーションが取りやすいというのはイメージしやすいと思います。2階上がる時も出かける時も必ずリビングを通りますので、家族が顔を合わせる機会は自然と増えます。子どもさんの外出や帰宅も把握しやすいですし、友達を連れてきたとしても、もし顔を合わせなかったもなんとなく気配は感じるはずです。そういったメリットの反面、部屋が片付いていなかったり、少しゴロッと横になって休みたい時に子供が友達を連れてくることがあります。あまり気を使うとなると少し窮屈に感じるかもしれません。これについては、リビングは家の中ではパブリックな性格が強いものだと考えられてはいかがでしょうか。本当にリラックスできるのはプライベートな寝室で、リビングというパブリックな場所では少し着るものもきちんとするものだと子どもさんに教えられてもいいかもしれません。そんなふうに考えると、各部屋の関係や家の中だけでなく庭や外部との関係も作りやすくなると思います。メリットの2つ目の廊下を減らして空間を大きく使えるというのはこういうことです。玄関からつながる階段を作るということは廊下が必要になります。というのは、階段がリビングの外にあると必然的にお風呂やトイレに行くにもリビングを通らずに行けるような廊下を設けることになるからです。できるだけ廊下の面積は減らすように工夫はしますが、リビング階段としてリビングから直接水回りにアクセスすることに比べると、やはり面積は大きくなります。ただしリビングから水回りに直接出入りするとしても、直接扉が見えないように配慮はしたいところです。それとリビング階段の場合、階段の空間がリビングに加わりますので、その分空間が広がります。広がりをより感じさせるために階段を軽快なストリップ階段にしてやると、さらに効果が増します。続いてデメリットですが、上下階がつながるので冬の冷気や匂い、音が伝わるというのは、階段部分は小さな吹き抜けですので、いろいろなものがある程度伝わるのはやむを得ないところもあります。冷気については断熱性が高い家が増えてきましたので、解消されつつあると言えます。ただし3階建ての場合は1階の玄関とは仕切れるようにしておいた方がいいとは思います。後ほど事例を見ていただきます。匂いについては排出元は主にキッチンですので、換気扇の容量やできればキッチンと階段を離すなど配慮したいところです。
音については対策が難しいんですが、どうしても気になる場合は階段に引き戸を設けるとか対策が必要になります。デメリットの2つ目の来客と顔を合わせないといけないというのは、先ほどの子どもの友達と会うということの裏返しです。お客さんが来ている時に子どもさんがお客さんと顔を合わせるということも当然あります。でもこれも子どもにとっては大人の世界を知るいい機会だと捉えればデメリットとも言えません。もしどうしても合わせたくないとしたら、お客さんを招くためのリビングを設けて、それとは別にファミリールームを作るのがいいかもしれません。面積が増えてしまうので一般的ではありませんが、欧米では多いスタイルです。以上のメリットデメリットを理解した上で、リビング階段か玄関からの階段かを選択されると良いかと思います。ただしリビング階段ができない、またはしない方が良いという場合もあります。玄関の位置によってはリビングから外した方がうまくいくことがあります。この写真は中庭型の住宅ですが、アプローチを臨地側にとって家の中央部分に玄関を設けています。そこから LDK と和室に振り分けているんですが、2階も同様に寝室と子ども室を振り分けていますので、階段はこの中央部にあった方が合理的なプランになります。全体の間取りの優先順位を考えて、こういったケースでは望まれていてもリビング階段にしない選択をすることがあります。この写真はビフォーアフターで取り組んだ超狭小長屋のリフォームですが、大人3人が住まれるということでセンターに階段を設けて両側に部屋を作る、それ以外に手はありませんでした。玄関から直接2階に上がります。これは極端な事例ですが、狭小敷地の場合は全体の間取りを成立させるために階段の位置をまず優先せざるを得ない場合があります。階段を設置する場所について、主にリビング階段のメリットデメリットを見ていただきました。続いて階段のデザインについて見ていただきます。階段の形は直線状の階段、折り返し階段、金折れ階段、螺旋階段などがありますが、金折れ階段と螺旋階段は吹き抜けと絡めるとうまくいきますが、数としてはそれほど多くありません。ほとんどが直線状の階段か折り返しの階段になりますので、この2つを見てください。階段の一段の寸法は踏み面が220から240ミリ、蹴上げは200から210程度とするといいと思います。そうすると1階から2階までの高さを2800ミリとすると段板が14段必要になります。910ミリのマス目で書いていますが、平面的にはこんな感じになります。折り返し階段の踊り場は90度を2枚に割るくらいにしたいところです。3枚以上にするとつまずきやすくなります。どのようなデザインの階段にするかは間取りや空間のテイストによって使い分けています。段板を支える形状によってささらげたによる階段、壁から持ち出し階段、上から吊る階段などがあります。実例を見てください。まずはささらげたによる階段です。木のささらげたと壁で段板を支えた階段です。木材でささらげたを作るとこれくらいのスケールになります。この家ではスチールプレートを稲妻型に加工してささらげたとしています。スチールを使うと細くできるので、こんな軽快な感じにできます。手すりもスチールの丸鋼を加工して製作しています。スチールのエッジ鋼をささらげたにして段板を乗せています。段板だけを浮かせて向こう側のリビングに対して閉鎖的にならないようなデザインとしています。次に壁からの持ち出し階段です。踏み板とへこみ板で壁から支えています。この縦の板が構造的には効いていて、折り紙で折ったような階段となりました。踏み板を頬杖で支えた階段です。踏み板をそれぞれ2本の頬杖で支えて安定させています。かなり精度が要求されるので工場加工としました。こんな踏み板だけが壁から突き出た階段も雑誌で見られたことがあるかもしれません。でもこの板だけで人を支えることはできません。スチールプレートを加工してその上に木の段板を乗せています。シンプルに見せるためには見えないところで結構工夫が必要です。こんな RC 像でしたら割と簡単にできます。鉄筋コンクリートは
型枠にコンクリートを流し込むもので、いろんな形に対応できます。そして吊り階段です。踏み板と同じ板材で上から吊った階段です。2世帯住宅ですので、玄関から振り分けて上がっていますが、お客さんがいる上部を歩きますので少し閉鎖的にしています。こちらは細いスチールを加工して上から吊った階段です。スチールだとこんなに細くできるので、存在感を消して空間の広がりを損なうことがありません。最後に冷気対策の事例です。こちらは踏み板を奥の壁と手前の柱で支えています。この家は3階建てで、写真は2階のフロアレベルですが、1階の玄関からの冷気が入ってこないように柱の間にガラスをはめ込んでいます。レッチの一番左側が引き戸になっていて、同じようなデザインで存在を消しています。階段室内部の写真ですが、踏み板の奥に立ち枯れをつけて物が落ちないような工夫をしています。3階建ての場合、一般的には階段の位置を各階同じ位置に揃えてやるとデッドスペースがなくなって空間を有効に使えます。こちらも3階建てで家の中央に階段を設けています。ここでは左手の壁の中に扉を隠して冬場だけ閉めるようにしました。普段は扉がない方が開放的で使い勝手もいいので、冬場のみ使用する扉としています。こちらも同じく3階建ての家です。この写真は2階から3階に上がる階段です。ちょっと特殊な形ですが、床から踏み板と同じ板を立てて段板を支えています。この板の間にガラスをはめ込んで1階からの冷気を防ぎながら光は1階へと落としています。ちょっと盛りだくさんになってしまったかもしれませんが、階段を設置する場所や階段のデザインについて見ていただきました。ケースバイケースでその家にふさわしい階段は異なります。また設計者にとっては見せ場の一つですので、力の入るところです。ついついいろんな階段をお見せしてしまいました。ちょっとマニアックだったかもしれませんが、階段一つでも部屋の印象は大きく変わります。参考にしていただけたら幸いです。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも家づくりに大切な情報をデザインの現場からお伝えしますので、これからもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。